タリアングレーハウンドのニアと暮らし始めて、気づけば101週間が経ちました。9月の3連休、どうしても旬の梨が食べたくなって、千葉県鎌ヶ谷市にある初生園へ出かけてきました。ここは数少ないペットと一緒に入れる梨園です。前日の夜に慌ててじゃらんで予約したんですが、なんとか翌朝9時の枠を取ることができました。朝8時過ぎに出発して開始20分前に到着。すでに家族連れやカップルでにぎわっていて、みんな笑顔で梨狩りのスタートを待っていました。受付を済ませて説明を受けると、いよいよ収穫開始。店内は90分食べ放題で、それぞれ好きな場所にシートを広げて楽しむスタイルです。早速熟したオレンジ色の梨を見つけて一口。スーパーの梨とは比べ物にならないほどみずみずしく甘くて、果肉の歯ごたえも最高でした。思わず美味しいって声が出るくらい。さらに嬉しいのは、初生園ではネットにも梨をあげて OK ということ。ニアも一口かじるとシャクシャクと音を立てながら一気に完食。おかわりを催促するほど気に入ったみたいです。気づけば飼い主が一口、ニアが一口、まるでわんこそば状態でした。梨には水分補給、整腸作用、疲労回復、カリウム補給など、ニアに嬉しい効果がいっぱい。小さく切って適量ならペットにもぴったりなんです。最後はお気に入りの梨を収穫してお土産に 100g100 円で持ち帰れるのも嬉しいポイントです。あまりに美味しかったので、もうスーパーの梨には戻れないかもしれませんね。最近ニアがリハビリ期間中で走ることを許可されていないので、ストレスが溜まっていないかが心配になり、改めてニアの休日の様子を思い返しながら、ニアの幸せな一日の過ごし方を考えてみました。朝の始まりはだいたい5時。お腹が空いたニアは寝ている飼い主の顔に鼻をぐいっと押し付けて起こしにかかります。夏は5時、冬は6時。まるでニアだけのサマータイム制。散歩は5時半から1時間ほど。新しい匂いや景色にワクワクするけれど、電車や高速道路の音が響くと全力ダッシュして退避しようとします。いつもはこのダッシュに付き合っていましたが、今は飼い主が地蔵のように鎮座してこのダッシュを抑制しています。帰宅は7時頃、家族に撫でてもらいながらおこぼれのヨーグルトをじっと待つ。これが朝の至福の時間。その後はベランダへミニトマトやメロンの成長をチェックして、唐辛子が収穫できそうなら立ち止まって飼い主にお知らせ。これも大事な役割の一つです。8時になるとお気に入りの毛布に潜り込み、毛づくろいをしてからお昼寝。散歩の疲れと満腹感に包まれてすぐに夢の世界へ。昼にはおこぼれを狙ってみるけれどなかなかもらえないので諦めてまた眠りに戻ります。18時、待ちに待った晩ご飯。しっかり食べた後は遊んだり撫でてもらったり家族との時間を満喫。21時にはもう寝るよとアピールして布団に潜り込みぐっすり熟睡です。もしニアと話せるなら聞いてみたいのは、インドア派なのか、それとも実はアウトドア好きなのか。飼い主の想像を超える答えが返ってきそうです。もしもニアが異世界に転生したら、そんな空想をしてみました。転生のきっかけはきっと
はしゃぎすぎ、毎日全力で走り回っているから、うっかりドジをしてしまい、それが転生のきっかけになるなんてことは、容易に想像ができます。そして、迎える異世界は、やっぱり食の楽園。お腹いっぱい食べても病気にならない、夢のような世界。そこで、ニアは、仲間をたくさん集めて国を作る。そんな壮大な冒険ではなく、少数精鋭の仲間と一緒に、食べ物を探し求める旅に出るはずです。なんか、同じような漫画が、週刊少年ジャンプでもありましたね。そして、願わくば、飼い主も転生して、異世界の食堂で料理を振る舞うキーマン的な役どころに、ニアの探検の合間に立ち寄る食堂で、ニアと仲間たちが癒される空間と気づきを提供する。そんな物語が始まったら、きっと楽しい毎日になるに違いありません。引き続き、こんなテンションで動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをポチっていただき、感想をコメントで教えてくださいませ。